こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ、重た。端食いっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。端食いっていうことでね、むちゃくちゃ珍しい魚入りました。皆さん、ハゼはご存知ですか？釣りで簡単に釣れるあいつです。で、そのハゼの化け物サイズです。こちら、端食いってお魚。うなぎとハゼのハーフみたいな、そんな見た目ですよね。体もすごく長いんですけど、尻尾もすごい長いですよね。めちゃめちゃ綺麗です。顔はちゃんとハゼの顔してるんですよね。で、別名ハゼ口とも言うみたいで、有明海にのみ生息する固有種のハゼなんですって。それも日本最大のハゼみたいです。こちら有明海の方から送ってもらいました。で、今日はこちらの端食いを使って焼きハゼを作ってみようかなと思います。焼きハゼっていうのは一回ハゼをカリカリに焼いて、で、それを天日干ししたものですね。煮干しのハゼバージョンだと思ってください。焼きハゼはとてもいい出汁が出るんですよね。その焼きハゼの出汁を使って手作りおうどんを作っていきたいと思います。まな板にあげるとね、どれだけ長いかわかりますよね。何これ？うなぎじゃん、こんなん。さて、そしたらじゃあさばいていきましょうか。これちょっと見えてるんですけど、ハゼの肝ですね。あんまり知られてないんですけど、ハゼって肝がうまいんですよ。ハゼの肝醤油でお刺身食べるとめちゃうまいんですよ。肝醤油といったらカワハギのイメージなんですけど、ハゼもいけるんですよ。今回のハゼは生け物じゃないので、肝醤油のお刺身はまた釣り立てのやつでやりたいと思います。そしたらまずは鱗を落としていきます。鱗すげえ細かいですね。で、取りにくそうな見た目なんですけど、そんなことない。めっちゃ取りやすい。で、魚体の割に鱗が細かいんで、大まかに鱗かきで一回鱗を取って、仕上げでブラシで残っている鱗を取っていきましょうか。はい、鱗が綺麗に取れました。で、鱗取ってて思ったんですけど、こいつね、牙が痛え。ハゼの歯って割と大したことないイメージだったんですけど、こいつ痛いわ。触るとチカッチカッとしますね。気をつけてください。そしたら内臓を抜いていきます。お腹を割って、で、ヒレを落として、こうやってエラまで貫通させましょうか。で、ここでエラを外してしまって、で、内臓を取ると。こんな感じですね。お腹に1本入れて、ヒレを外して、顎まで包丁を入れて、で、エラの付け根切り外して、で、エラを持って、ビビビビと引っ張れば、内臓とエラが一緒に取れます。で、綺麗ですね。肝を見したいな、肝を。で、めちゃくちゃヌルヌルして、さばきにくいですね。なんか食っとるな、これ。何これ？何食べてるんだ、これ。何これ？やば。トゲトゲしてる。なんだろう、これ。完全トゲちゃってるんですけど、人手かな？いや、人手じゃねえな、これ。ウニかな？ウニのくちばしかな、これ。ウニか人手かカニ、どれかですね。割と雑食性なんだな、こいつ。何でも来いっていう感じの性格だな。これが肝ですね。これ。うわ、またなんか胃袋入ってる。なんでしょうね、これ。エビだな。エビっぽいな、これ。エビ食べてますね、こいつ。で、これが肝。意外に大きいですよね。これが新鮮だとうまいらしい。なんでこういう感じでどんどんやっていきましょう。はい、そしたら内臓もエラも抜けましたら、お腹の中きれいに洗っていきます。まだカスとか血がついてますんでね、お腹の中をできるだけきれいに洗っていきます。エラの内側とかね、あと頭の表面、こういうとこもね、きれいにゴシゴシ洗っていきます。このぐらいの状態になるまで洗っていきましょう。今日は出汁として使いますので、血とかが残ってると雑味になってきちゃいますんでね、この段階できれいに洗っていきましょう。そしたらまだぬめりがついてますので、お塩たっぷりと。で、お塩でゴシゴシと揉んで、ぬめりを落としていきます。表面の部分をゴシゴシして、キュッキュッとなったら OK ですね。これこんなぬめりが取れました。そしたらこれで下処理の完成。で、今日はパリッパリに焼いていきたいので、オーブンの低温でじっくり時間かけて焼いていきます。クッキングシートを引いて、で、ハゼを並べていくと。
乗るかな。うわあ、ちょっと1匹乗らんか。こんな感じですね。というわけで2回目の登場、オーブンスペース。120度に予熱してあります。で、そこに先ほど下処理したこれハゼですね。こんな感じになっております。で、閉めて、120度で、とりあえず30分やってみましょうか。よし、30分経過。どうだ？魚の焼けるいい匂い。こんな感じですね。火がしっかり通って、塩焼きとして食べるんならこのぐらいがうまい頃だと思うんですけど、まだね、こうちょっと柔らかくて水っぽいですね。もっともっとカリカリに焼いていきたいんで、これもう一回ちょっと焼いていこうか。これ結構長丁場だな。で、ちょっと温度が低かったな。150度で30分。いきましょう。2回戦目終わり。おー！だいぶパリッとしたね。ちょっとでもまだ柔らかいね。一度これひっくり返したいな。でね、失敗した点があるな。もうちょっと水気を切ってから焼き始めた方が良かったな。こんな感じ。多分次の回でかなりいい感じに仕上がってくると思う。よし。では3回戦目。次は160度でいこうか。160度で30分。よし、3回目の焼き終わり。どうだ？お、いいぞ。ほら、すごいカリカリになりました。うわ、これとか超いい感じ。これむちゃくちゃベストですね。ここら辺はもうちょっと焼いた方がいい感じかな。この真ん中の5匹だけもうちょっと焼きます。よし、いい感じ。カリッカリに焼きました。2時間ぐらい焼きましたね。頭とか尻尾はもうカリカリで、身は若干柔らかい感じ。で、これを一度冷やして、粗熱が取れたら、こちらの干し網に入れて、3日から1週間ぐらい干していきたいと思います。で、干すことによって、もっとパリパリになって、旨味が濃縮されますんでね。というわけで、干し終わるまで移動。はい、ということで、ドーン !3 日間しっかり干しました。これ干してる時に匂いがするのか知らんけど、近所の野良猫がすげえ寄ってきたんですよね。あんまね、寄ってこないんですけど、すげえ寄ってきた今回。そんだけ匂いがすごいってことだろうな。こんな感じ。このように、パリッパリのカチカチになっております。あ、めっちゃいい匂いする。で、このまま鍋に入れても、出汁はそんなに出ません。なので、これを1日水でふやかします。で、ふやかしたものがこちら。4。3分クッキング形式でやっておきました。ほら、かなりふやけております。大きさも干す前のサイズに戻ってますね。で、昆布も一緒に戻しておきました。なんで今日のお出汁は焼きハゼと昆布のお出汁でいきたいと思います。どうなんだろうな。そしたら一度お鍋に入れて、火にかけていきます。せっかくなんで乾燥したやつも2本ぐらい入れるか。おっと。残してもしゃあないで全部入れるか。これでグツグツ煮立てて出汁を取っていきます。はい。で、沸騰直前になったら昆布だけ取り出します。で、ハゼだけでさらに出汁を取っていきます。やっぱり結構アクが出ますね。これは丁寧に取っていきます。でもなんか沸騰させればさせるほどハゼから出汁が出てきてる気がするな。こんな出汁出るんだ。あと5分ぐらい煮詰めていきましょうか。よし、5分経過。すげえいい感じだよ、これ。じゃあちょっとこしていきましょうか。ハゼが完璧に戻ってこうプルプルですね。出汁の色がこちら。よっ。うわー。めちゃくちゃ濃い出汁が引けてますね。ちょっと味見してみましょうか。うまいぞ。びっくりした。こんなうまいんか。ちょうどいい塩気もあって、カツオ出汁とは全然違う。香りというより旨味が強い出汁ですね。もうこれだけで美味しい海鮮スープです。で、この状態で塩分があってかなり味がいいので、醤油は少なめで、本当に香り付け程度で、ちょんと。で、お酒もちょこっと。で、みりんもちょんと。これでどうだろう。うまっ。はい、お出汁の完成。はい、そしたら今日使ううどんの麺はこれ。冷凍のさぬきうどんですね。この冷凍うどんがめっちゃ好きなんですよね。普通のソフト麺にはないもちもち感がありますよね。今日はこれでいきます。はい。で、こちら茹で上がりましたら、丼に入れます。で、そこに先ほど作ったうどんのおつゆ。たっぷりと。
で、具材は、まずたっぷりわかめ。そしてたっぷりのおネギ。で、かまぼこを2切れ乗っけたら、はい、こちら。はぜだしうどんの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。この朝飯は嬉しいな。じゃあまず、おつゆからいただきたいと思います。このわかめとネギが入ることでまた味変わりますからね。いただきます。うわ、めちゃくちゃうまいわ。なんですかこれは。めちゃくちゃうまいんだけど、俺どこのお店でもこの味のうどんは食べたことないですね。やっぱハゼの出汁って手間がかかるし、値段が高いから、出汁としてはあんま使われないのかな。でもすげえうまいよ。めちゃめちゃコクがある。これはおでんの出汁とかにしても最高にうまいと思う。お次、もちもち麺をいただきたいと思います。いただきます。激うま。で、ここら辺で一味唐辛子で辛みをつけていく。美味しい。はい、ということで今日はこちらのはぜだしうどんときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。銀色のやつじゃねえ。いつもの癖で銀色のやつ。今日は水色のやつです。いや、青色か？これただのお水です。今日は休館日の日なので、お水でいきます。これがね、スペインのミネラルウォーターですね。いただきます。市販の出汁とは全然違うよ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は日本最大級のハゼ、箸食いを焼きハゼにしておうどんを作ってみましたけども、予想をはるかに上回る美味しさがありました。最初出汁を味見した時マジで衝撃受けました。新ジャンルの魚介出汁でした。僕の中の料理のページになんかまた一つ新しいページが加わったなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。